こんにちは、さよ旅のさよです。本日はでございますね、成田空港の第2ターミナルに向かっております。ということで、今月のさよ旅はですね、南国連チャン、今からですね、成田空港からカンタス航空に乗りまして、オーストラリアに行ってきます。実はね、さよ旅初めてのオーストラリアなんですよ。以前ね、春から夏の間ぐらいにニュージーランドに行きましたけど、今回は秋から冬の間に夏のオーストラリアに向かいます。気づくかな、このいつものね、このミレストンのリュックちゃんがですね、昨日パッキングを終えた後に普通に最後にさ、もう一回ちょっとこれ入れてみたいな感じで開けて閉めたらジャックが壊れちゃったんです。今夕方5時半なんですけど、7時20分日本発なんです、夜だから、ちょっとギリギリ時間あるわってことで昼間に急いでリュックを買って、逆に言えば皆さんとお揃いのリュックで今回さよ旅に行ってまいります。はい、じゃあそんな感じで出発ロビーに向かいます。頑張るぜ。成田第2ターミナル、すごい活気がすごい、もうちゃんと元通りって感じですね。本当にガラッガラの空港から去年世界一周旅行に行ってたんですけど、今回はでございますね、南国です。じゃあまずこれまでの経験上、海を越えて大陸を越えるときは紙のねボーディングパス必要なんで、チェックインして紙を出します。いいですね、パスポート自分でチェックインする系なんだ。ニュージーランド航空とかもこんな感じでしたね。はい、終えました。自分でセルフチェックインしたんですけど、カウンターに行かなきゃいけないし、本当に私何も預けないんだけど、本当に必要なの。あ、こんにちは、カンタス航空に。はい、カンタスでございます。はい、バゲージはチェックインとかされますか？しないです。結構混んでんのかな。こんにちは、お願いします。Nothing. I'm sorry. You're okay to go. All right. Gate 84, boarding at 6:40. I see. 成田でさ、英語でチェックインしたの初めてなんだけどこんにちはーっつって中入ってたのにMay I have your passport? って言われた。ウケる。はい、ということでですね、チェックインの方は5時40分でございます。ここに着いて13分ですね。成田の空港に着いてから13分で全てが終わりました。でもバックドロップもなんか今様子を見てる限りだと全然ガラガラでございました。窓側の席もねしっかりゲットしたんで、本今朝行ってきちゃいます。じゃあ後で。現在17時46分です。たった8分で、審査終了、そして出国完了でございます。あっという間だった。84番ゲートに行くんですけど、カンタス航空意外と遠そう。でもあと1時間後なんですよね、搭乗開始がね、飛行機に入るのが。なんでちょっと寝ててブラブラします。これです。84のゲートに行きます。オーストラリアにだけ行きますとだけ言ってたんですけれども、私はね今回メルボルンにまず行きます。カンタス航空で。カンタス航空はカンガルーのマークみたいなのが有名な、本当にオーストラリアのレガシーキャリアでございます。レガシーキャリアっていうのはその国の中のなんか一番いい航空会社みたいな、全てのサービスを行うキャリアみたいな、ANA とか JAL みたいな感じですね。なのでめちゃくちゃ楽しみなんですよ。その国にそのレガシーキャリアで行くの超良くないですか？旅慣れたきっかけの一つとして LCC がバニラエアーとかピーチとかが出てくるようになって、で私はなんかこういう身軽でひょいひょい簡単に気軽に飛んでいくみたいなさよ旅のスタイルが確立されたわけなんですけれども、そういう旅を経て巡り巡って、私は預け荷物とかはしないんだけど、やっぱりレガシーキャリアの足元のゆったりさとか、人のLCC に比べると人が少なくてのんびり過ごせるところが LCC よりは高いけど、やっぱりその快適さがね、現地に着いた時の疲れとか、あとストレスが全然違うなと思って、最近はレガシーキャリアばっかり狙い撃ちで乗ってます。あ、見えるかしら、あそこのJAL の奥にこの赤いやつ、おー、
めちゃくちゃ楽しみです。なんか御嶽ルートが実はね JAL でもね出てたんですけど、なんかうかうかしてたら3万円ぐらい値段上がっちゃって、今回メルボルンまでは、もろもろ込みで片道10時間半のフライトなんですけど、10万円しないぐらいの結構お手頃なフライトをゲットできました。でユーサーチャージもろ込みで機内食も2回ついて9万8000円とかかな。だけど座席指定が3000円値段がかかったんですけど、払ってでも窓際を今回はゲットしました。でオーストラリアに行くときは実はビザが必要で E ビザっていうビザがあるんですけれども、それを2000円ぐらいかな、日本円で事前に、申請する必要があります。なので私もバッチリ申請しまして、アプリでね、申請できるんですよ。なのでね、それをお忘れなく。意外と 2,3 時間もすればもう承認のメールもすぐ来たので結構簡単でした。ちょっとヨーロッパとかに比べるとそういうアメリカとかオーストラリア、ニュージーランドがビザが必要だから、ね、お金も意外と1500円から2000円ぐらいかかったりするので、ちょっとそこはね旅のハードルは上がるけどめちゃくちゃ簡単だったので、そんな憂いなくよかったら試してみてください。18時52分になりました。書いてあった時間よりは10分間ぐらい遅れたんですけど、搭乗開始です。40分前に搭乗開始、結構早いですよね。18時58分ですね。やっと搭乗開始しました。行ってきます、オーストラリア。待ってろよ。はい。Thank you so much。せめて隣空席だといいな。この間はねヨーロッパをね乗り継ぎで行ったんで、かなりのね結構しんどいフライトだったんですけど、今回はね10時間半だから全然短い。この間はね20時間かけてパリとか行ったんでねーって感じよね。もうビジネス行きたかった。でもエコノミーです。いいのいいの。大きそう、楽しみ。Excellent. Makino, welcome straight down this first up. On your right as you head down. Thank you so much. 結構なんかね、空いてる風。ここです。なんかかっこいい、シック。こんな感じでですね、結構大きなスクリーンと、なんとここにちょっとした荷物入れがあります。これ気が利いてていいですね。テーブルがありまして、普通によくあるエコノミーのテーブルです。こちらにはなんかガバッと開くカンタスっていう機内紙とエアバス330の300、あとゴミ袋系が入ってます。以上です。あとはこんな感じでヘッドホンが一人一つすでに置いてあります。あとこんな感じでデイビッド・カウンっていう方かなとコラボした、ふっかふかないい感じのブランケットが置いてあります。いいね。かなり大きくて安そうです。なんか今この感じからするとさ、すごい空いてて頼む。隣来ないでくれ。頼むぜ。ですよね。エコバッグに必要なものをまとめて前のね入れ歯に入れるようにしてます。大体いつも買ってくるの一緒だけど、充電器、お隣ポート、あとねパソコン持ってきてます。あとお水ですね。さっき空港でお水入れてきたやつ。そんな感じです。あとここに USB のね充電ケーブルがありました。でここがヘッドホンかな。充電器はねこれです。インターナショナルプラグ、どこの国のプラグもさせる系の充電器が真ん中に一つあります。Hi everyone. Once you've found your seat, please place your bags either under the seat in front of you or in the overhead pocket. 万が一隣来たらもう戦争じゃん。や USB は離陸の際、お座席の前のプラグではご利用します。携帯電話などのすべての電池はフライトモード設定にお切り替えください。これで確定しましたんで。なんかさ、課金3000円で課金しただけなんですけど、そうするともしかしたら優先的に自分をブロックしてくれるかもしれないです。9時間45分なんだね。またベルムの天候が晴れだって。この報告をつけております。飛行中は気流の変化に揺れまして、揺れることもございます。お座席にいらっしゃる。どんなものが見えるのかな。
一生懸命翻訳した感じの日本語ですね。全然いいんですけど。パッと見た感じ、成田初ですけど、日本人はほとんどいなくて、結構現地の人なのかなって方が多かったです。あとね、CA さんもね、おそらくパッと見る感じ、日本人はね、いないのかも、今日は。マリオだ。こういうのさ、なんか映画館に見るほどでもないけどっていうものがね、長いフライトで見れるとちょっとラッキーと思いますよね。日本語と言いつつほぼ英語。あとはなんかね、私はついついハリーポッターとか見たくなっちゃうんだけど、そんな感じですかね。あとですね、アイマスクをいただくことができました。私なんか毎回忘れて、毎回お願いして、毎回最近いただきまくってるっていうね。だから家にアイマスク超大量にあるんですけど、でカンタス航空らしいカラーリングで赤と黒とグレーと目に当たる部分がね、なんかさらっとしていて気持ちよさそうです。ありがたい。今回の旅のお供にしたいと思います。かっこいい。色味がめっちゃ可愛くないですか？すっごい好きなんだけど、飛行機で旅行に行くぞって感じがして、この時間意外と好きです。私は航空会社によって全然違うし。さあ続きは皆さんもぜひカンタス航空の空の上でお楽しみください。やっと出発しそうです。40分ぐらいかかったんじゃないかな。明日の朝ね、8時前ぐらいに着く予定なので、私的にはちょっとでもね、後ろ倒しになっていただけた方が正直ありがたいみたいなところはありますね。はい。私はね、外資系のレガシーキャリアの時は必ず飴をいくつかこの手ガチャのバッグの中に入れてきていて、アナとかジャブとかは全然短いフライトでも飴くれるんですけど、ニュージーランド航空はブラックカラントのキャンディーいただけて、無印抹茶飴を持ってきました。お手洗いやってまいりました。結構ね、綺麗です。いい感じ、いい感じ。もうなんかかもなく、はい、そんな感じです。センジャーパン行きます。ご飯までの間に、大概、配られ、大概私の余談だけど、大文字で書くといいらしいですね。Thank you so much。ピンクのサービスがね、白、赤、スパークリング、しかもね、うどんの種類が選べるみたいな。Can I get you a drink? Is there white wine? Yes, I have a Sauvignon Blanc or a Chardonnay. Chardonnay. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Can I get water also? Thank you so much. How are you? プレッツェルが配られました。めちゃくちゃ美味しそうなんやが。ワインボトルでくれました。すごくない？めちゃくちゃ可愛くないですか？緑にシミ。センスがいいですね。オーストラリア今のところ超好きなんで。ガスのマークもしっかり入ってます。それではいただきます。エールグラスとかもね、ボトルでくれるんですね。しかし、すごいな。その旅は白ワインを飛行機の上で飲むのがめちゃくちゃ好きなんです。白ワインばっかり飲んでるのが定番なんですけど、はい、それでは僕で酒盛りはしないんですけど、おとなしく商品一つ飲みたい。いただきます。はい。ここにちょっと細長いの入ってる。Can I have apple juice? Yes. Thank you so much. Thank you. さあ、夜ご飯でございます。
チキンを選んだら、かなり和風というかもうめっちゃ日本食だね。やったー。あとパンがついてきました。もうね、これだけなの。なんかね、こう小鉢とかがあるわけでもなく、かなり簡素ではありますね。さっぱりとした味付けですね。おいしい。ご飯おいしい。それではゆっくり食べます。映画を見ながらいただいていたんですけれど、なんか帰りのエヴァンポンクでそれ見て、めちゃくちゃ心が温かくなり、今回も見つけてしまったので。これどうでした？嬉しい、嬉しい。コーヒーが変わられました。もちろん、ティーも選べる雰囲気でしたけどね。美味しい、いいね、いいね。あと、もちろん、キーとかお庭で変わられまして。なりました。あと6時間も私も映画を見たら寝ようと思います。でもリップクリームを塗るコースの中にね、ワセリンを入れてるので、あと1時間37分でメルボルン着くんですけど、行くよ。うわー、超絶朝日、めっちゃ気持ちいい。Can I get a omelette? Yeah, coffee please. With milk. Yeah, thank you. 朝ごはんこんな感じでございます。すっごくいい匂いだよ。ハッシュドポテトにオムレツ、チーズオムレツっておっしゃってました。ベーコン、スピナッチ、トマト、あとブルーベリーっぽいデニッシュみたいな。嬉しい。見えますでしょうか。あっという間にオーストラリアも朝を迎えており、時期8時ぐらいですね。2時間ぐらい日本と時差があるので、なんかちょっと未来に来た気分でございます。メルボルンまであと30分ぐらいで到着なので、ここは田舎町とかなのかな。おー、すごい朝日が眩しい。
朝8時でね、今ね、メルボルンは季節逆なので夏なんですけど14度しかないみたいで30度ぐらいになるんですよ今日。どんななん楽しみ。本当初めてなんですよね、オーストラリア。楽しんで朝日めっちゃ浴びとこう、目覚ますためにどんどん市街地に近づいてきましたけれども、結構なんか畑みたいな、向こうには海みたいな見えます。All seatbelt sign has been switched off for our landing into Melbourne. All customers and crew must now be seated with seatbelts and seatbelts firmly fastened. つけてます。あと3分ぐらいで到着でございます。めちゃくちゃさ、高い建物が全然なくないですか？広大な敷地なのがよくわかる。どうぞお待ちください。木とかもまるで日本と違いますね。けど緑と青のコントラスト、そして奥に見える海、山、美しすぎませんか？すでに市街地から30分ぐらいしか離れてないんだよ、空港。あっという間に9時間45分のフライトも終わり、メルボルンに着きました。 Here in Melbourne, it's just going on 8:09 a.m. on Monday, the 4th of December. Please remain seated with your seatbelt fastened until that seatbelt sign has been switched off. カンタスがいっぱい、エミレーツもいる。そしてジェットスターもいます。わあ、オーストラリアだー。現地でのお時間は12月4日月曜日午前8時10分でございます。皆様の安全のためシートベルト着用サインが消えますまでお手席にしてお待ち。さあ、ということでですね、私、メルボルンに着きました。いやー、長かったね。なんだかんだって1時間くらい外出るのに時間かかったんじゃないでしょうか。いやー、結構長かった。ぬんかんぬんが。で、今からですね、私は今ターミナル2にいるっぽいんで、スカイバスの乗り場がちょっとわかんないのと、なんか134だった気がするんだよね。ちょっとググる。スカイバスのね、なんか売り場だけ見つけました。なんじゃそれ。15分ごとに出てて、18ドルから。ざっくり、あんじゃん。私あれに乗りたいの。今、1か3しか無理って書いてあったんですけど、ガンガンあるじゃん。これ。私これに乗りたいな。めっちゃわかりやすい。で、なんか、チケットは、結構さっきの赤いところで買えるんですけれども、ターミナル1とターミナル3からしか、出てないそうなんです。で、私今ターミナル2に、着いたんだけど、ターミナル3ほんとなんか、見えるかな ?20 歩ぐらい。外出て右に20歩ぐらいで、あっという間に着きました。片道22ドル、往復36ドルなので、私はね、クルックで3500円ぐらいで取っちゃいましたけど、なんかそういうところの方がちょっと安いかも。よし、じゃあ乗ります。Good morning. I have a voucher of... Can you see? Oh, right. Is this no problem? Thanks so much. ちなみに今日撮影日は2023年12月の4日月曜日なんですけれども、最高気温30度になるんだって。で、今朝9時過ぎなのにもう20度ぐらいあるんです。日本さ、私出てきた時8度とかだったよ。今超暑くてやばい。これが南半球ということかって感じなんですけれども、まあそんな感じで結構20度ぐらいは気温差あるんで気をつけてくださいね、皆さん。来た、立派な2階建てのロンドンのようなバスですね。マカオでもこんなん乗ったね。2階建てが好きなのかね、香港とか。っていうか、イギリス噛んでる国はこの手のタイプのバス多いですよね。やったー、一番前取れた。一応ね、天井にね、USB-A の充電器がありますね。さあ、動き出しました。イギリスの領地だった時代があるおかげかというか、右ハンドル左側通行なんですよ。日本と一緒。道路渡るときに憂いがなくていいですね。オーストラリアはウーバーが使えるんだね。なんかこれよく海外であるんですけど、アメリカとかもそうなんですけど、ウーバー乗り場っていうのがあって、
どこでもキャッチできるんじゃなくて、こういう乗り場にピックアップしてくれるんですよ。だからそこに行って呼ぶみたいな、そういう決まりになってます。オーストラリアもそんな感じっぽい。はい、着きました。で、ここね、着くだけなんですよ。乗る方はまた別になるんですけども、スカイバスターミナルみたいな感じで Google マップに出てました。ね、やば、セブンがあるんだが、こんなとこで見れるとは思わなかったよ、セブン。ここが到着口で、あっちがそのまま、出発口になるっぽいんで、わかりやすくて、いいですね。ちょっとマジで暑すぎるからちょっとヒートテックを脱ぐ。お手洗いとかももう何の問題もないぐらいめっちゃ綺麗だし、なんかちゃんともちろん流れるし、感覚がすごいほぼ日本と同じような感覚で入れて超いいです、今んとこ。見て、サザンクロス駅ってここにねついてるわけなんですが、ここには電車が駅だから当たり前なんだけど通っております。いいな。なんかね、ざっくりさっき時刻表見たけど、何のこっちゃか、私あんま地名を知らないので、まだオーストラリアのどこに行けるのかはちょっとわかんなかったんだけど、どっか行くのはめちゃくちゃにあり。明日ね、丸1日フリーでメルボルン回るので、どっか行こうかな、電車に乗って。ほとんどクレジットカードでなんか何でもかんでも進む系の国なので、めっちゃ楽、ありがたい。8時ぐらいにね、飛行機着いて2時間が関わりましたね。みんな半袖なのにサンタさんいるの変な感じ。あ、トラムだー。ということでですね、カンタス航空に乗って、成田からメルボルンまでやってきたというわけいかがでしたでしょうか。もう超快適で、私は今日ラッキーでたまたま隣の人が誰もいなかったっていうのはあるけど、めちゃくちゃ快適なフライトで、しかもここまでもなんかすごいスムーズに来ることができて、これからのオーストラリア旅、期待しかございません。めちゃめちゃ楽しみ。皆さんも楽しんでいただけましたか？行ってみたいと思ってくださった方は、ぜひチャンネルのご評価よろしくお願いします。おー！トラムが動き出した。ここからさよ旅オーストラリア編、ガンガン続いていきますので、ぜひ次のビデオでお会いしましょう。その前に海外編もしきれないよという方はね、ヨーロッパや世界一周、東南アジアたくさん上がってますので、そちらもぜひチェックしてください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。